はい、皆さん、こんにちは。今日はですね、6月19日金曜日ランチタイムになりました。サリーとゲイリーのアメリカ探訪、エクスプロアアメリカのライブ配信の時間になりました。ぜひですね、今日も皆さんどちらから見てらっしゃるかコメントをお寄せいただけたら嬉しいです。今日は Facebook ライブと YouTube ライブの同時2箇所配信でお届けしていきたいと思います。今日はもしかしたら日本だけじゃなくて世界の各地から見てくださる方もいらっしゃるかもしれませんので、どんな方たちが見てくださっているのか私たちも知りたいと思いますのでね、よろしければぜひ皆さんどこから見てらっしゃるかコメントでお知らせください。そして今日はですね、アメリカ大統領選挙についてですね、今年の11月に行われるんですが、皆さんも興味のある方も、そこまでよくわからないという方もいらっしゃるかもわかりませんけれども、私はですね、今日皆さんと一緒に学ぶ気持ちでこれからお届けしていきたいと思います。さあ、それではお迎えいたしましょう。アメリカ領事館首席領事のゲイリー・シェーファー領事にお入りいただきます。よろしくお願いします。Hi, Gary. Oh, ちょっと待ってください。Oh my God. I was muted by yourself. So thank you for joining us, Gary. Thanks for having me today. I'm really excited to be on YouTube and Facebook at the same time. Yeah, thank you. Thank you for joining us. さあ、それではですね、皆さんのコメントからまず少し、ご紹介していきたいなと思います。はい、ご覧いただいてありがとうございます。うずきさん、サリーさん、こんにちは。こんにちは。ご覧いただいてありがとうございます。このランチタイムですね、12時10分から1時まで今日は50分間にわたってお届けしていきたいと思います。皆さんどうぞランチを食べながらね、お耳だけでも聞いていただけたら嬉しいです。さあ、そして、森田ルクレールゆこさん、フランスから見てます。楽しみです。こんにちは。ありがとうございます。今、フランスは何時なんでしょうか？実はですね、ゲイリー・シェーファー領事のご先祖様はフランスからっていうことでね、この番組の中でもお届けしたんですが、French ancestry を持ってらっしゃるということなんですが、今日はフランスからご覧いただいてます。そして前田さんこんばんは。こんにちは。はい。今日も真っ昼間のお昼の12時にお届けしてます。ありがとうございます。さあ、そして、ミカコバークスさん、アトランタからです。こんばんは。ご覧いただいてありがとうございます。こんばんは。今日はですね、アメリカは今もう夜中近くになっていると思いますが、ご覧いただいてありがとうございます。前田さん、間違えた。こんにちは。ありがとうございます。いつもね、私のやってる番組はだいたい夜生配信やってますので、このお昼の時間にするのはなかなかないんですけれども、ゲイリー・シェーファー領事との番組、このサリーとゲイリーのアメリカ探訪は、このランチタイムに今ライブ配信をしております。さあ、そして、うずきさん、千葉県からありがとうございます。そして、犬飼幸子さん、こんにちは。名古屋からありがとうございます。そして、小笠原かおりちゃん、かおちゃん、サリーさん、こんにちは。ご覧いただいてありがとうございます。そして、あつこパトリックさん、カナダから見てくださってます。So, Gary, we have so many audience from overseas today. What do you think? I'm so impressed. France, Canada, and of course right here in Nagoya in Japan as well. ということでですね、このゲイリー・シェーファー領事と、一緒にこの番組はですね、サリーとゲイリーのアメリカ探訪、エクスプロアメリカは、毎回ですね、アメリカの文化であったり、歴史であったり、社会のことについてあったり、教育であったり、いろいろなテーマでお届けするんですけれども、今回はですね、ゲイリー・シェーファー領事の選んでいただいたテーマは、大統領選ですよね。So can you just explain what's going on in the States right now? 今アメリカでは大統領選はどういう真っ最中なんでしょうか？教えていただけますか？ Yes, well, you can say that the election is already started in a sense because of the United States. We have mini elections or pre-elections that are called primary elections where each party chooses its candidate for the main election. So that process has been going on for months. ということでですね、大統領選の本選はですね、11月にこの4年に1回のタームで、今年の11月に行われるわけなんですけど、だからオリンピックのような感じですよね。4年に1回、大選挙があるということなんですが、今それに向かっての予備選挙はですね、なんと1月から始まってまして、皆さんもご存知だと思うんですけれども、今、サンダース候補とバイデン候補が、民主党ではいらっしゃったんですが、このお二人がですね、77歳と78歳の対戦でね、いらっしゃって、今、バイデン、元副大統領が
決まったというところなんですが、この予備選が行われているんです。このことからですね、皆さんにこの大統領選がどのように行われているかっていうのもね、今日はお伝えしていきたいと思います。ちょっと先にじゃあコメントをもう少しご紹介していきますね。カナダからあつこさんご覧いただいてありがとうございます。そして小林さん、こんにちは。栃木から見てます。雨がパラパラ降ってきました。そうですね。今日は各地雨のところも多いかもしれません。ありがとうございます。ルクレールゆこさん、フランスは朝5時15分Wow! Thank you for waking up and thank you for making your time to watch this program. Thank you. 本当にありがとうございます。朝5時なんですね。そしてエミさんはカナダからありがとうございます。Thank you for watching from Canada. ありがとうございます。かおちゃんは横浜から見てます。ありがとうございます。そして平田千恵さん初めて聞いてます。愛知からです。楽しみです。ありがとうございます。どうぞね、楽しんでいっていただきたいと思います。杉本哲也さん、こんにちは。柳橋、名古屋ですね。事務所からありがとうございます。そして、河合雅子さん、こんにちは。岐阜からです。本当の話題、楽しみです。ありがとうございます。そして、浅野さん、川崎市から見てます。そして、わーお、レモンさん、ビタミンラジオから。Yeah, Gary, so now I have like weekly program for Vitamin Radio Station. So last night I was talking about this topic with election of the United States President for almost an hour. 昨日ですね、このビタミンラジオ局っていうのは、このレモンさんがやってらっしゃる We Are 親戚ラジオなんですけれども、この春から始まりまして、皆さんご希望の方見ていただけるので、またこのね、番組が終わったら URL を貼りたいと思うんですけれども、ラジオ DJ の山本修さんが立ち上げられたラジオ局で、昨日はですね、私その木曜日の夜9時に毎週番組をやってるんですけれども、そこで、大統領選のことについてですね、フランク・ハガさんという、アメリカ大統領のことについての本も出してらっしゃる方と二人で対談をさせていただいたんですね。今日はですね、でも私もあまりその詳しく分かっているわけではないので、今日は皆さんと一緒に学びながら、お届けしていきたいと思います。皆さんどうぞゆっくりと楽しんでください。またですね、ご質問などございましたら、随時そのコメント欄、後で領事にもお答えいただきたいと思いますので、どうぞそちらもご覧ください。さあ、そして、あつこさん、カナダは、ビクトリア、8時16分です。今日は本当にフランスからカナダから、アメリカから、ね、全国各地、世界各国から見ていただいてありがとうございます。そして遠藤さん、岐阜から見てくださってます。ありがとうございます。さて、それではですね、進めていきましょう。ちょっと待ってくださいね。これを消してですね。はい、大統領選挙についてお聞きしていきたいと思うんですけれども。さあ、それでは、Gary, so I'd like to ask you, when is the next US presidential election? 大統領選挙、今年は何月何日なんでしょうか？ So the election will take place on November 3rd of this year, November 3rd of 2020. And the winner, whoever wins that day, gets to become president on January 20th, 2021. And that date is in our Constitution. So the Constitution says whoever wins starts to be the president on January 20th, unless January 20th is a Sunday, and then it's January 21st. Some trivia there. ということで、大統領選は今年は11月の3日ですね。毎年というか毎回火曜日っていうふうに決まっているそうなんですが、2020年の11月3日に大統領選挙が行われまして、そして実際にですね、就任のそのセレモニーがあるんですけれども、それはアメリカの憲法に従ってですね、1月20日にされるということなんですね。そこで就任宣言をされるっていうことなんですけれども、もし日曜日の場合は翌日の1月21日になるっていうことなんですね。じゃあそれではですね、今共和党のそのトランプ大統領は共和党で現役のプレゼデント大統領でいらっしゃるわけなんですけれども、じゃあそれの相手ですよね。そう候補者についてお話しいただきたいんですが、Who are the candidates this time? Now that's a great question, and it's not actually as obvious as you think, because neither party is formally nominated their candidates yet. So we assume that it will be President Trump and former Vice President Biden. Oh. But we were talking about the primary elections before. They're not over yet. They're not over until August, when each party has a big convention and they nominate their candidate. So I can say who we think they will be, but it's not official yet.
ということでですね、実は共和党のもう代表はトランプ大統領だと私たちも思ってますけれども、まだそこまで確定してるわけではない。もしくは、ですね、民主党の方ですね。一応バイデン氏が一番強いというふうになっていますけれども、その中でもまだ確定はしてない。なぜかというとですね、今予備選挙が1月から始まっていると言いましたけれども、実際には8月中旬ぐらいまで予備選挙が続いていくっていうことなんですよね。その中で、バイデン氏が本当に確実に決まるのは8月が終わってからということなんですよね。Okay. So, それではですね、アメリカで、ちょっとこれからは選挙のシステムについてもお聞きしてみたいと思うんですけれども、アメリカに住んでいて、アメリカ人であれば、誰でもそのプレジデントとして選挙に出ることができるのでしょうか？選挙に出馬できる、大統領に出馬できるのはどんな資格があるのか聞いてみたいと思います。So, Gary, who can be a candidate for the president? That's a great question. It's not enough just to live in the United States. You have to be a citizen. So you can't have a green card. You have to be a citizen in the United States. You have to be 35 years or older. And you must have been living in the United States for 14 years. So those are the three conditions. But the important one, I think, is being a citizen and being more than 35 years old. I see. ということで、まずですね、アメリカで生まれたアメリカ人でないといけないということなんですね。アメリカはですね、アメリカで出産されたお子様は全員アメリカの国籍をもらえるというのがアメリカではあるんですけれども、それでもアメリカで生まれてないといけないということと、あと実際に14年は住んでないといけないということと、35歳以上でないといけないということなんですよね。なので、例えばどうなんでしょうか。アメリカ人のご両親で海外で生まれるっていう方も今だとね、例えばお父さん、お母さんの仕事でアメリカ人だけれども海外にいて生まれて、そして将来プレジデントになるということはできるんでしょうか、できないのでしょうか。So if the child or kid was born in overseas, so and then the parents are Americans, so that person can be a candidate for the president? We don't know for sure. That's a great question. My two kids, one was born in London and one was born in Tokyo. They're American citizens because I'm American, but they weren't born in the United States. And our Constitution is a bit vague. It says you have to be a natural born citizen. What does natural born mean exactly? There's a debate about this. Does it mean you were actually born there, or does it mean that you were an American citizen at the moment you were born? So there's different interpretations. It hasn't been tested yet because all our presidents were born in the United States. So I'm not really sure if my sons could be president or not. So it's sort of a question that we haven't had to address yet. I see. ということで、ゲイリー・シェイファー領事のお子さんはですね、一人はロンドンで生まれて、一人は東京で生まれたっていうことなのでね、お二人ともアメリカじゃない国で生まれていらっしゃるということなので、そのあたりについてはね、いろんな議論があるのかもしれないんですけれども、将来アメリカのもしかしたらプレジデントになるという可能性があるかもしれないということですよね。そしたらですね、アメリカの選挙制度っていうのはいろんなルールがあるんですが、どんな人が投票できるのかっていうことにも聞いてみたいと思います。私自身もニューヨークに11年住んでいたんですけれども、それでも私はジャーナリストビザというね、ビザでアメリカに滞在して仕事をしていましたけれども、そのシチズンじゃないといけないんでしょうか？どういうことが基準になるのか聞いてみたいと思います。So, who can vote for the president for the election? So it kind of goes back to what I just said. Just like the president, the candidate has to be a citizen. Well, the voters have to be citizens too. You can't just have a green card or have a visa like you did. You have to be a citizen. And you have to be 18 years old. That's pretty much it. So it's a little younger voting age than Japan. In America, we used to be able to vote at 21, but that was changed in 1971 when we amended the Constitution. ということで、やっぱりアメリカの市民権がないと、シチズンじゃないとですね、投票はできないというルールがあるということなんですけれども、1971年に21歳、一番最低のね、年齢で、選挙権があるのは21歳以上ということだったんですけれども、その1971年、すごく早い段階でも18歳まで引き下げられているということなんですね、憲法によって。
そしてですね、大統領の任期は、ワンターム4年だと思うんですけれども、最大何年間務められるのか聞いてみたいと思うんですが、So, how long is a president term and how many terms can be a president serve? Yes, thanks for the question. One term is normally 4 years, and a president can serve up to 2 terms, so 8 years total. But it wasn't always that way. Actually, until 1951, there was no limit on the number of terms. So we had one president, Franklin Roosevelt, who served for 4 terms. Not all of 4 terms, because he died during his 4th term. But he served, elected 4 times. And so people started to think, is that too much? Should we really have somebody that long? And so in 1951, we passed an amendment limited to 2 terms. I see. 1950 1951 1951年からは、大統領がサーブできる、そのお勤めできるのは最大で8年というふうに決まったそうなんですが、それまではそこまでのルールというのがなかったということなんですが、私がこれアメリカで購入したですね、よく子供たちが、見るアメリカのプレジデントのこのすべての写真ですよね。リンカーン大統領から始まって、はい。ジョージ・ワシントン大統領から始まってっていう感じなんですが、ここでですね、私がいたのは、これ買ったのは、クリントン大統領の時にいたのがあるんですが、実はルーズベルト大統領は、合計何年ですか ?for 15 years? 7 plus 12. He started in 1933 and he passed away in 1945. I'm very bad at math, but I think that's 12 years. 12 years. その中でもですね、はい。ルーズベルト大統領。フランクリン・ルーズベルト大統領というのは、フランクリン・ルーズベルト大統領ってすいません。第二次世界大戦の時の大統領ですよね。So Franklin D. Roosevelt was elected in 1933 during the Great Depression, when the economy was very bad all around the world. And he stayed in office, and the war started, and he stayed in office, and he died when World War II was still going on in 1945. I see. ということですいません。私これ今歴史の勉強もしながら同時にっていう感じなんですけれども、世界大恐慌の時にルーズベルト大統領は大統領に就任されて、そこからですね、最長だから12年ということですよね。1945年、その第二次世界大戦にそこから世界は突入していくわけなんですけれども、その1945年のあたりにお亡くなりになるまで、務められたということなんですね。はい。皆さん、この歴史の勉強、私も改めて勉強してみたいと思います。こういうの持ってても、多分アメリカのお子さんたちはこれでね、順番にこの大統領の顔写真と、お名前を見ながらですね、勉強されるんだと思うんですけれども。さあ、それではですね、今の選挙の話にもう一度戻したいと思うんですが、皆さん大丈夫ですか？ついてきてくださってますか？大丈夫ですか？ちょっと皆さんはですね、もしコメントを、お聞きになりたいこと、何か大統領選に関して今日は13時まで、1時までお届けしますので、コメントがあればどんどん、皆さんどんな状態ですか？大丈夫ですか？ついてきてくださってますでしょうか？ね、ちょっとこういう時にですね、一回アメリカの選挙について学ぶというね、このタイミングを持ちたいと思いました。はい。それではですね、その予備選挙についてお伺いしたいと思うんですが、それでは、What is a primary election? So a primary election is like a mini election or a pre-election where each party has its own election just to choose a candidate who goes into the main election. And that process takes a long time. It started in February this year and it's going to end in August. So gosh, so February, March, April, May, that's like an 8-month process. That's very long, I think, maybe for Japanese people. Right. ということで皆さんもう選挙がね、スタートしてるように感じてるっていうのをニュースで見てると思われるんじゃないかと思うんですが、今こうやってね、バイデン氏が、候補っていうところになるまで、2月から始まったですね、この候補の方たちがそれぞれのアメリカの全国、アメリカの各地に行かれてですね、いろいろなこの予備選挙のためのスピーチ、演説をやってるっていうニュースを見られたこともあると思うんですけれども、実はこれはプライマリーエレクション、予備選挙の段階で、その候補の中から一人を選ぶっていうところのまだ途中で、それもまだ8月まで続いてるっていうことでね、今回コロナウイルスの影響で途中からこの党大会というものも行われていなかったので、このいろいろな各地での、その、いわゆるラリーというか演説をされて、
支持者を集めるってそういうものもですね、行われていないんですけれども、8月まで行われるということなんですね。そして、and then, there is And then what happens at the end of the process, yes, is what we call a convention. A convention is like a big party almost. So the Democrats and the Republicans, so the two big parties, have a big gathering called a convention where they formally nominate their candidates. So the candidate who had the most votes at that point will be formally nominated at the convention. And this year's convention are in, I think I looked it up where they are. I should know this, but the Democrats in Wisconsin and the Republicans are splitting it between North Carolina and Florida. ということでですね、今回は8月までこの予備選挙がずっと続いていく予定なんですよね。そこの8月の段階をもって、初めて民主党の正式な候補はこの人ですというのがその場所で決まるということなんですけれども、民主党はですね、ウィスコンシンがメインになって、これ党大会っていうことですかね。So the name of the convention, can we translate like a 党大会? Yes. So we call it the Democratic National Convention and the Republican National Convention. Yes. And they're in a different place every election. This time it's Wisconsin and North Carolina and Florida for the Republican. So it changes every time. I see. ということで、毎回変わるそうなんですけれども、今回の民主党大会に関しては、党全体の大会ですね。ウィスコンシン州で行われまして、そして共和党、トランプ大統領のいらっしゃる共和党のですね、リパブリカンのパーティー、それの、党大会はですね、今回はフロリダ and North Carolina. I think because of coronavirus, it's being held in two different places. Yeah. なるほど。ノースカロライナと、そしてフロリダで2つに分かれて行われるということなんですね。はい。ちょっと皆さん、お勉強になったでしょうか。ちょっと皆さんのですね、コメントもここで、はい。ちょっと皆さん休憩していただきながら、ここでですね、皆さんのコメント少しお届けしていきたいと思います。はい。遠藤さん、先ほどご紹介しましたかね。岐阜から見てます。ありがとうございます。そして、片山さん、愛知県の西尾市からありがとうございます。ぜひですね、何か大統領選のことで聞きたいことがございましたら、コメントいただけたら嬉しいです。そして、日高さん、Hello from Toyota 愛知。Thank you for watching. ありがとうございます。そして、奥村千佳さん、静岡から見てます。こんにちは。そして、佐久ゆかさん、カナダ、ウィニペグから見てます。ありがとうございます。さあ、そして小林さん、ゲイリーさんに聞きたいことがあります。アメリカ海兵隊特殊部隊が日本の尖閣諸島に基地を作ることで、いつ頃に尖閣諸島に乗り込むかもしれない。ちょっとこういう質問はですね、ちょっと私たちの方ではどうでしょうか。Do you have any comment for this? Let's focus on the election today, but in the future, I would like to do a session on the alliance. So thank you to Mr. Kobayashi. We'll do a session about the U.S.-Japan alliance. That'd be great. はい。このですね、日本とアメリカの安全保障についてはまた別の機会にですね、今日は大統領選挙に関してぜひこのことに集中してお話ししていきたいと思います。ありがとうございます。さあ、そしてですね、はい。平田千恵さん、日本では若者の政治離れ、投票率が低いことが問題になってますが、アメリカではどうでしょうか？ So, do you have any information about this, Carrie? 投票率。I don't have the numbers, but I would say that we have seen a great increase in interest in politics among young people in the United States. And you see that now with these protests that are going on about racial justice. I think there was a lot of passion and a lot of engagement. We're going to see, I think, a very high turnout at the next election. ということでですね、今の人種問題とかね、いろいろ問題になっていることがあるので、若者の皆さんも、今も皆さんもテレビでご存知だと思いますけれども、各地でなんて言うんでしょう、キャンペーンでですね、いろいろこのプロテストっていう、プラカードを持ってですね、いろいろこの声を上げるっていうことがありますけれども、そういうことで若者の皆さんも大統領のね、今、大統領選というのはもう4年に1回のことですから、今何をどういうふうにするのかっていうのを政治に興味を持ってらっしゃるので、そのことで投票率が上がるっていうのはあるかもしれないですね。ありがとうございます。そして、堀口理香さん、こんにちは、名古屋からです。ありがとうございます。さあ、そして、それではですね、引き続き大統領選についてお話していきたいと思うんですけれども、I have one question, Gary. 今回ですね、私がすごくびっくりしたのが、
トランプ大統領はですね、実は6月14日がお誕生日だったということで、今74歳になられたんですよね。すごくもう背筋がいつも伸びていて、声もしっかり大きく出てらっしゃるので、年齢を全く感じないっていうのがあるんですけれども、今回ですね、民主党で立候補されていたのが、サンダース候補と、そしてバイデン候補。このお二人の戦いが、もともとは女性もいらっしゃいましたし、30代の男性の若い候補者の方もいらっしゃったので、今回は若い方にね、最初すごく、人気が集まっていて、世代交代、この大統領の年齢が若くなるんじゃないかっていうね、そういう話もあったんですけれども、最終的に最後を競ったのはですね、このバイデン氏、元副大統領ですね。オバマ大統領の時代の副大統領のバイデン氏とですね、そしてサンダース氏、この二人だったんですが、実は77歳と78歳の戦いだったんですね。アメリカ各地をこう移動されながら、毎日のようにこうキャンペーンをされて、So Gary, do you have any impression? Like, I was so surprised. They are like already 77 and 78, and they are planning to become a president. Means they are going to work or serve for at least 4 years or 8 years. その後4年か8年、大統領ってものすごいね、大きな任務があるわけなんですけれども、そこにこう挑むっていうのはすごいパッションがあるなっていうのに驚いたんですが、Do you have any impression about this? Well, I checked some numbers actually before this presentation, and I found that the youngest U.S. president in history, when he started, was Theodore Roosevelt. You can get out. He was 42 years old when he started. Look at not, Yes. not Franklin Roosevelt, the other Roosevelt. Okay? Theodore. いや、日本語で言うと、なんだっけ、セアドル。はい。 So and the oldest, of course, you mentioned was President Trump, who was 70 when he took office. And the median, the middle age of all the presidents, the middle age is 55. I think that's we've had older presidents in the past. Ronald Reagan is probably one of the most remembered presidents, and he was 69 years old. So I don't think it's new for us as Americans to have an older president. I think maybe Chinese are a little more used to it. I think maybe your politicians tend to be, at least the leaders, I should say, tend to be people who have a lot of experience. And of course, in the United States, I think it flips a lot. We had somebody younger, like President Obama, and now we have the oldest person at inauguration. So it goes both ways. I don't think people are surprised. Wow. So the President Trump is the oldest president? Yes, when he started, yes. そうだったんですね。ということで、今までのアメリカの歴史の中ではですね、40代のフェオドア・ルーズベルト大統領が42歳だったかなということで、一番若かったということなんですが、一番年が上で大統領になったのが、今のトランプ大統領だったということなんですね。この情報は私も知らなかったんですけれども、そういう意味で言うと、トランプ大統領が70歳から大統領をする。But I cannot believe he's already 74. Like he looks like still like 60s or something. なんかトランプ大統領のね、発言にしても、その強さを見てると70代という風な感じもしない。まず、なんか60代ぐらいに感じるっていうのもあるんですけどね。Do you have any impression about President Trump? I've never checked the data, but I think Japan has had several prime ministers who were in their 70s. Is that right? I feel like that. いや、日本はですね、やはり寿命が本当に長い国っていうこともありますし、私もちょっとこれについては調べてみたいんですが、村山さんとかも、お年がね、結構重ねられてたと思うんですが、皆さん教えてください。もし、今皆さん、検索していただけたら、もうね、ちょっとこの政治のことに関しては私もこう学びながらなんですけれども、そうなんですね。でも今ですね、ゲイリー・シェイファー領事がおっしゃったのは、平均年齢、大統領の平均年齢はなんと55歳ということなんですね。55歳ぐらいでなられたという方が多いということなんですが、今までこれだけいらっしゃって、この後、この写真でいきますと、クリントン大統領の後にブッシュ大統領がいらっしゃって、そしてオバマ大統領がいらっしゃって、トランプ大統領ということになるんですね。You need to buy a new chart. You need a new chart. Yeah, I have to get the new one. はい。でもこんな風にですね、見ていくと、本当にアメリカの歴史っていうものをね、その時代背景に例えば先ほどもありましたけれども、ルーズベルト大統領が
決まった就任された頃は世界大恐慌ということでね、こういうふうに何かすごく問題があったり、大きな経済危機があった時は支持率がすごく上がるっていうこともあったりするわけ。例えば戦争の時もそうですけど、国が一つにならないといけない時には、すごく力強いリーダーシップが求められて、その後また大きな問題が当たってくると、支持率が上がったり下がったりっていうことがありますけれど、ちょっとこの辺になると結構センシティブになるので、ちょっと今日はですね、また違うテーマで、お話をしたいと思うんですが、さあ、それではですね、アメリカの大統領選、もう少しちょっとお勉強しておさらいをしていきたいと思うんですが、アメリカは、日本ではですね、たくさんの政党がありますけれども、アメリカの場合は共和党と民主党の2つの政党しかないと思うんですが、それはなぜなんでしょうか？ So, I understand American has only two major parties. So, why? Okay, great question. First, as you say, there are two major parties. There are some small parties, but they don't get a lot of attention from voters or from the media. So it's not true that there's just two, but there's two big parties, two major parties. And so we don't hear a lot about the small party. We have a Green Party, for example, in the United States, and we have a Libertarian Party, but you don't hear a lot about them. And in the United States, the media does not have to give equal time to all the parties like it does in Japan, right? NHK covers all the parties equal time. Right. That's not true in the United States. So really you only see and hear about Republicans and Democrats. ということで、二大政党があるんですけれども、共和党と民主党があるんですけれども、それ以外にもですね、実は小さい政党はいくつかあるっていうことなんですけれども、例えばそのグリーンパーティー、グリーン党っていうね、そういうのがあったり、自由党みたいなのがあったりするってことなんですけれども、でも実際はですね、その二つの政党が大きいっていうのもあるかもしれないんですが、そのテレビもですね、すべての党を紹介するという、日本のようにすべての党を紹介するわけではないので、共和党と民主党の二つということなんですね。そしてまたですね、この共和党と民主党はこの赤の党と青の党と呼ばれていることもあると思うんですけれども、これはなぜなんでしょうか？Why are some states called red and some states called blue? Could you please tell us about it? Sure. Before that, I want to finish answering your other question. I didn't completely tell you why there are two main parties. And that's because of the rules of our elections. Our system, usually one candidate wins. If the one candidate gets more votes than any other candidate, he or she wins. But in Japan, for example, you have what's called proportional voting, right? So you get two votes. You vote for a candidate, but you also vote for a party. And then the seats in the Diet are given out to the parties as a proportion of the vote. So in the United States, it's one guy wins. And so people usually end up voting for one party or another. But in Japan, even small parties can get a seat in the parliament. So it's the rules. That's why it's different. ということで、選挙のシステムとしてですね、アメリカの場合は、全国民がね、選挙権のある人たちが全員この大統領を選べるっていうこともありますし、その時には党と実際に出馬しているそのキャンディデートですね。キャンディデート、その出馬している人は同じなんですけれども、日本の場合は選挙法が少し変わっていてですね、党で選ぶとか、その人で選ぶとか、その比例代表制とかいろいろなものもありますのでね、そのシステムが違うのでということなんですけど、このあたりはですね、もう少し私も勉強しながら、皆さんもぜひ今日アメリカから見てくださっている方もいらっしゃるのでね、その辺はもう日常生活、自分たちの毎日の生活にも関わってくることかもしれませんけれども、今回は共和党か民主党かというのは、これは11月まで続いていくっていうことですね。さあ、それではですね、2020年のこの大統領選挙の一番、最重要課題というか、そのテーマになるのはどういうところなのでしょうか。So, what are the main issues in the 2020 election? I think there will be three main issues that voters are very interested in. The first, of course, is coronavirus and how has the government handled that and what are the policies for fighting coronavirus. That's one. I think racial justice will be the second one. We've seen the protests in the United States, questions about how the police brutality, about racial fairness. I think that's the second one. And third is, of course, the economy. I mean, in Japan, and the United States, the economy has suffered from the coronavirus
virus, many businesses were closed. So the new president, what's he going to do to fix the economy, to help, people put money in people's pockets? I think those will be the three main issues. ということで、もちろんですね、今のこのコロナの、感染の状況というのがありますので、このコロナの状態をどうやってハンドルしていくのか、どうやって解決していくのか、これにどう挑んでいくのかっていうのがね、やはりプレジデントのこの手腕が問われるところだと思うんですけれども、今年に入ってこれだけまた、長期化していく中で言うと、そのコロナウイルスのこともありますし、そのエコノミー、経済のことをどういうふうに立て直すのか、どういうふうに経済を活発にしていくのかっていうところを、テーマとしてどう掲げるかっていうのはもちろん、重点になってきますし、そして今ですね、アメリカでも今年に入り、いろいろなその人種差別のことに関わるですね、プロテスト、そういうですね、議論が行われていますけれども、この人種のことに関してどういうふうに関わり、どういうふうにこれが正義としていくのかっていう、そこに関するポイントオブビュー、どういうふうな視点を持っているかというのがですね、これは本当に今年はですね、大統領選の年っていうのもありますし、もっともっとここからですね、あと5ヶ月間活発になっていくと思うんですけれども、はい。で、そしてですね、もう一つ聞いてみたいと思うんですが、例えば、ゲイリー・シェイファー領事のように、またたくさんのビジネスマンの方たちもですね、アメリカにいないで、海外に住んでいるという方もいらっしゃると思うんですが、その方たちはどうやって投票するんでしょうか？例えば、ゲイリー・シェイファー領事はどうやって投票されるのかということについて聞いてみたいと思うんですが、So how do Americans who live overseas vote? So can they vote at the consulate or like embassy? A lot of people ask that question and they think maybe they can vote at the embassy or the consulate. The answer is no, we vote by mail. So I get an envelope in the mail and fill it out, and I make my choice, and somebody has to witness it. I get a witness. I sign it, and the witness signs it, and then I put the envelope and I mail it back. You can't do it at the consulate. What you can do at the consulate, though, is we typically have all consulates and embassies in the world have an election watch party. On November 3rd or whatever Japan time is, we will have a live stream here. We will invite people to come in and watch the election results here at the consulate. I hope you will come, Sally. Are you sure? Can I go? Yes, so we invite members of the public. So it's an open event. わお、ということでですね、外国に住んでいる方たちは、まず、領事館やその大使館で、選挙をできるっていうわけではないんですけど、実際にそのね、アメリカに送らないといけない、その選挙人の誰を選ぶかっていうこと、投票用紙をですね、書いて、その封に入れて、それを送るという、その作業がですね、実は一般の方たちの前でやるという、そういうシステムが、ちゃんとそれを見届け人というか、そういうね、ちゃんとそれを見ないといけないので、その人が必要だということなんで、私も来ていいですよって言っていただいたんですけれども、そういうシステムがあるっていうことなんですね。なので、海外にいらっしゃる皆さんは、それなりの方法で、そのアメリカに送る、郵送で送るという形でされるということなんですけれども。そしてですね、今年の11月に大統領がもしかしたら入れ替わるっていう可能性もね、あるわけなんですけれども、そうすると11月に選挙が行われて、1月のその就任式をもって大統領が変わるということは、党が変わる可能性もあるわけなんですが、それは今のですね、例えばアメリカ大使館、アメリカ領事館の皆さんは、自分のですね、今まで働いてたそのシステムというか、使えていたそのボスが変わるという感じ、トップの方が変わるということになるんですが、それはどういうふうな影響があるのかっていうのも聞いてみたいと思います。So, how does a change of president affect an embassy or consulate? Yeah, typically, I think the biggest change is we will get a new ambassador. So an ambassador, is like the right-hand man or the right-hand woman of the president, somebody who the president knows and trusts and has chosen. So when a president changes, typically all ambassadors resign and then new ambassadors, are appointed. Yeah, so that's a big change for us at the embassy, where we can get a new ambassador with a new president. ということでですね、大統領が変わってしまうとですね、その大使、世界各地に、
赴任されている大使というのは、その大統領の命を受けて、任命されている方なので、その大使はまず変わるということなんですね。So, how about the consulate? 領事館も同じように、そういう皆さん、メンバーが変わったり、大使が変わると、でも働いてらっしゃる皆さんが変わるというわけではないんでしょうか。So, only the ambassador is affected? Correct, because the consulate, we're like a branch office of the embassy. So I'm okay. I won't go anywhere. No matter who wins the election, I'll still be here in Nagoya. And the other thing that doesn't really change, is I think our diplomacy, our policies, especially with Japan, don't change very much from president to president. I think that the three pillars are the same. We have a strong alliance with Japan. We have strong economic partnership with Japan. And we have strong people-to-people relations, like what we're doing right now. So those three pillars, they don't change very much from president to president. So it's, for me, the biggest change I would say is we will, a new ambassador is usually the biggest. Right. ということでですね、日本に関して言うと、アメリカ大使は変わらないといけないということがあるそうなんですが、全国の領事が変わられるというわけではないので、ゲイリー・シェファー領事もその影響を受けるわけではないということでね、はい、よかったなと思っていますけれども、それとですね、それが大統領が変わったとしてもですね、実際に日本とアメリカの安全保障の関係であるとか、また経済的なつながりであるとか、人と人との関係というものまでも影響を受けることはないということですので、今この強固な関係ができているということなので、そこには影響はないということなんですね。はい、ありがとうございました。Already we are like 12:52. もう52分にあっという間になってしまいました。皆さん今日はどうだったでしょうか？なんかね、こうやって真面目な話を聞いてる私もですね、理解するのこの単語であったりね、この状況を理解する、もう少し予習をしないといけないなと思いましたので、11月ぐらいまでにはですね、またもう少しこの大統領選のね、ことも高まってくると思いますし、また皆さんにちゃんとこの絵とかね、図も見せながらお見せできたらいいなと思います。じゃあちょっと皆さんからたくさんコメントいただいているのでご紹介していきたいと思います。ありがとうございます。遠藤さん、こんにちは。今年は新型コロナウイルスの影響がありますが、大統領選の支持者集会への影響、例えば回数の制限や人数の制限、オンライン支持者集会はありますかということなんですが、今ね、もう実際にトランプ大統領はそのラリーをスタートするというふうにおっしゃってますけれども、So Gary, do you think this, the meeting, gathering will be affected by coronavirus? Yes, I think the different gatherings will have to take what we call social distancing measures. I think during the election itself, I think we will see things like online debates. We'll see a lot of changes made to take account of coronavirus. But I think voting itself will still be the same. Just as in Japan, you've had a couple elections, local elections now during coronavirus, and people still went and vote. But we have to do social distancing and avoid the 3 C's, right? ということで、もちろんですね、コロナウイルスの影響を受けているので、そのたくさんの人が集まるということは避けたいんですが、それでも万全の体制をとってね、選挙自身は日本もそうですけれども、その日程通りに行われるということもありますし、またオンラインでのディベート、オンラインを使ったそういったね、議論なんかもどんどんと進んでいくんじゃないかと思います。さあ、そして村田真理子さん、こんにちは。ジャカルタから。Oh, wow, we have the audience from Indonesia. Four countries. All right. 今日はご覧いただいてありがとうございます。さあ、そして新井さやかさん、今回のコロナに対する政策で国民の政府に対する信頼度が浮き彫りになったと思いますが、アメリカでは各党の支持率に変化はありますでしょうか？ Yes, this coronavirus handling is really affected to the government as well. これはね、どういうふうに判断したらいいか難しいところではありますけれども、支持率には変化はありますでしょうか？ So this situation affected to the support rate? Do you think? I have not seen, sorry, I have to be honest, I have not seen the latest polls, surveys about it. But I can tell you that obviously coronavirus is a concern for pretty much every American citizen. And
That's why I listed it as the number one issue for the next election, because this is something that's affecting every part of people's lives, right? Can they go out? Do they still have a job? So this is the overwhelming issue, I think. And of course, as well as the other things that I talked about. But this will be on everybody's minds when they vote in November. ということで、もちろんですね、この支持率にね、影響はあるかと思いますけれども、そこに関してのデータというのがまだね、はっきり分かっているわけではないんですが、ここからコロナウイルスの影響というのはもう全世界にね、及んでますので、それこそ、毎週のように状況が変わっているっていうのがね、状況じゃないかと思います。ありがとうございます。そして、うずきさん、私よりも20歳も年上の方々負けてられません。いや、本当そうなんですよね。私もそれをね、本当に言いたいと思うんですよ。77歳と78歳のさっきのね、サンダース氏とバイデン氏が戦った時もそうですけど、78歳から大統領になろうっていうその気持ち、このパッションが素晴らしいと思うんですよね。So, can you tell us so if you are like 77 or 78, and becoming a president needs a lot of passion. Right, but there's a famous saying, I think it's originally from French, but it's also translated in English. It doesn't matter how young you are, it matters how you are young. So it's like, it doesn't matter your actual age, it matters how you feel, right? So I think that says everything. So I'm so impressed, like you, to see two older candidates in the Democratic primary, and yet see young people at rallies, cheering them on. So I think age doesn't matter, and we've seen that with in this election cycle. ということでね、本当に年齢は関係ない。実際の年齢ではなくて、やっぱり心の年齢というか自分の気持ちの年齢が大事だということだと思うんですけれども、そんな中でもですね、やはりこうやってアメリカで実際に70代のお二人今回ね、こうやって競い合うっていうのを見てるとですね、本当に私たちも負けてられないというか頑張らないといけないなってみんなそれぞれの年代で必ず思うと思うので、そういうとこもですね、今回ドラマティックだと思います。さっきもありましたけど、トランプ大統領が今までの歴代の大統領で最年長の70歳で就任されたというね、そこからさらにそれを記録を伸ばしていくっていうところに挑戦されるわけなのでね、素晴らしいと思います。さあ、そして、フランクハガさん、he was yesterday's guest of my program. 昨日のですね、レモンさんのビタミンラジオ局にゲストで登場していただきましたフランクハガさんは大統領選に関する本を出してらっしゃるんですが、素晴らしい企画ありがとうございます。ちなみに古くて新しい問題ですが、ゲイリーさんの選挙人制度、Electoral System についての考えを聞かせ願えれば幸いです。州と連邦の関係という難しい問題ですね。Do you have any comment for this? Yes, first of all, thank you for the comment. I think what Mr. Haga is talking about is Americans do not directly choose a president. We choose people who choose a president. And I know that's really hard to understand. We elect our presidents indirectly. And I think it's hard to explain that system to foreigners. And I think it's hard for many of our own citizens to understand it. That's probably what he's talking about. And that's, as he says, is a topic that has been discussed for many years. And maybe that will be changed someday. But we don't have a popular election where all the votes are counted. It's sort of a two-step process where people vote for people who vote for people. ということで、実際はですね、直接大統領に投票できるわけではなくて、その選挙人と呼ばれる人たちを通じてですね、投票するという、このインダイレクトリー、ダイレクトじゃない形で投票するっていうことなんですけど、これはアメリカ人の皆さんですら、ちゃんと理解するのが難しいということなので、外国人である私たちからするともっと難しいというテーマだと思うんですけれども、それもね、もう少しちゃんと、わかりやすく皆さんにお伝えできるように次回はしたいと思います。ありがとうございます。ということで、あっという間に1時になってしまったんですが、Do you have like 5 minutes, Gary さん? Is it okay to extend a little bit? ちょっと皆さんのコメントをいただいているので、少し延長しながらですね、お届けしていきたいと思います。フランクさん、昨日もありがとうございました。そして今日も素敵な質問、素晴らしい質問ありがとうございます。さあ、そして、記事ちえさん、マレーシアから見てます。Wow, we have so many people watching from overseas. いろんな国から今日は見ていただいてありがとうございます。時差がある中、皆さん合わせて見ていただいてありがとうございます。そして、ヒーロー松田さん、The age may be
may not be the most important matter for the US presidency. 年齢が大統領選に関わるわけではないんですけれども、Franklin Roosevelt had a health issue. ルーズベルト大統領はですね、フランクリン・ルーズベルト大統領は、ポリオの問題、ポリオという病気を抱えていらっしゃいますし、but was elected as a president 4 times. それでも4回大統領に選ばれたっていうことすごいですね。ちょっと私大統領選大好きなので、ちょっと、もっともっと詳しく知りたくなりました。ね、過去のことに遡って、do you have any comments for this? Yes, I mean, he was in a wheelchair at the end of his presidency, and and so to me, that's pretty amazing. And the other thing I would say, last week, I'm sorry, 2 weeks ago, we did our broadcast about being a diplomat. I said that you can take the diplomat exam until you're 59 years old, right? So again, in the United States, you know, it's never too late. You're never too old. I think that is a very, that's a concept that a lot of Americans share, the idea that you should not be limited by age. Right. まあ私も11年アメリカに住んでいて、アメリカっていうのは本当にこの職業のね、何かをなりたいっていう時でも年齢をそれをイシューにしてはいけない。年齢でその判断してはいけないっていうのがあるっていうのが、日本とのすごく大きな違いだなと思ったんですけれども、例えば前回のですね、先々週のこの配信の中でも、外交官にはどうやったらなれるのかっていうのをね、特集でさせていただいたんですが、なんと59歳までなることができる。18歳から59歳まで外交官になることができるって、年齢によってリミットがないっていうことなんですよね。普通に考えると日本でも、60歳というのがもともとは定年というようなイメージがあったかもしれないですけど、そこから始めるっていうのがね、やはりその人によって違うっていうのがね、大きなことになるんじゃないかと思います。ありがとうございます。そして、ヒーロー松田さん、テキサン、マルチビリオネア、テキサスのマルチビリオネアの人ですね。Ross Perot did well as an independent third candidate in 1992. 1992年に3回目の候補者になったという独立性でね、ロス・ペロットさんがいらっしゃったという、そのテキサスのビリオネア、大富豪の方だということなんですね。ありがとうございます。そして、宇月さん、週ごとの集計で勝った方がその週全票を得るシステムですよね。アメリカ全土の得票数で勝ったとしても、最終的に負ける場合もあるということですね。いや、これが本当に、like 4 years ago it happened like, ヒラリー・クリントンさんとトランプ大統領のね、この接戦っていうので、実際には数が多かったのにもかかわらず、州によって負けてしまうっていうこともあったって、これだけで1時間お話ししたいテーマです。Do you have any comment for this? So this is why we have a two-party system, right? Because the mechanics of the election are what we call winner takes all. Just what this gentleman said. The winner, whoever gets the most votes in that state, gets all the electors, right? It's not proportional. So it definitely favors just having two parties. And it's exactly what this gentleman said. Yes, the winner gets everything. ということでですね、実際の得票数がね、あっても、その勝った方がその僅差であったとしても、その州の全部のその票をもらうっていうことになるので、それだけ差がついてしまうということなんですよね。もうこのテーマ、私、すごく興味があります。遠藤さん、回答ありがとうございます。とてもわかりやすかったです。ありがとうございます。そして、ラファエル・ヘレナーデスさん、very informative. PA Schaefer, Principal Officer Schaefer さん、Hello from Matamoros, Mexico! Wow! This makes me miss Nagoya so much! Well, is he your acquaintance friends or? This is a gentleman who is joined the State Department, and he was living in Nagoya at the time he joined. So I had a chance to speak with him and tell him about what it's like to be a diplomat. And so this is just so fantastic that he is watching from Mexico. I gotta say hi. Wow! Please come back to Nagoya. ね、名古屋のことをね、恋しく思ってらっしゃるということで、ラファエルさん、今日はマタモロス、メキシコからご覧いただいてます。今日はすごい本当に世界中からご覧いただいてありがとうございます。そして堀口てかさん、次回も楽しみにしてます。ありがとうございます。次回も楽しみ。今年はニューヨークに行けないので残念です。ねえ、今年はアメリカになかなか今海外に出るっていうことができませんけれどもね、こんな感じでですね、今日はもう1時間以上お届け、1時間、そっか、10分から始まったので、間もなく1時間になろうとしてますけれども、ランチタイムにお送りしました、サリーとゲイリーのアメリカ探訪エクスプロアメリカいかがだったでしょうか？大統領選について少し、さらに興味を持っていただくことができていたら嬉しいです。So,
Do you have any final comment, ゲリーさん? Overall, today we are talking about、president election. すごく大きなテーマでお話しして、この短時間の間にね、私ももうちょっと本当に勉強しないとちゃんと説明ができないというふうに思ったんですけど、皆さんに分かりやすく伝えるにはね、もっと勉強しないといけないなと思いましたけれども。Thank you. ゲリーさん、do you have any final comment? Yes, I would just like to end with a little commercial, sort of a CM here, and say that today at 3 o'clock, the U.S. Embassy is having an online discussion about racial justice, racial issues, and Black Lives Matters. So I hope some of your followers, if they're not too tired, will stay around and watch. It'll be a great discussion with the acting ambassador and a panel of Japanese and American speakers. You can watch it. It's going to be live streamed on the consulate's Facebook at 3 o'clock, U.S. Cons Nagoya. So please watch. It's going to be one of the big issues in the election, like I said as well. So please tune in. Wow. This is really timely for today. 今日ですね、この後実はですね、アメリカの社会的正義を目指す運動についてのオンライン討論会が3時から開催されるということなんですね。同時通訳付きっていうことなんですけれども、これは申し込みがいるんでしょうが、この、ですね、アメリカ大使館の皆さん、ツイッターを見ていただくと、全部情報が載っているということなんですけれども、So you do a live stream on Facebook as well?Yes, so it'll be on the consulate's Facebook as well, of course, on the embassy's Facebook. So you can just you don't need to sign up in advance, I think, unless you want to do questions. But anybody can watch, of course. I see. ということで、申し込みをしなくてもですね、実際に、名古屋領事館のサイト、そして東京のアメリカ大使館のサイトのFacebook ページでこれはライブで見られるということで、3時からということなのでね、ぜひ皆さんこの今起こっているアメリカの、その人種の問題であるとかそういったことに関してもテーマになってお話になられると思うので、ぜひもしよろしければ3時からご覧になっていただきたいと思います。ということでお届けしてまいりました。最後コメントご紹介しましょう。フランクハガさん。Thank you for taking my question, サリーさん。ゲイリーさん。Have a nice day. Thank you. Thank you for watching. さあ、そしてちえさん。ありがとうございました。ご覧いただきありがとうございます。小島さん、こんにちは。ありがとうございます。ちえさん、すごく勉強になりました。ありがとうございます。そしてヒーロー松田さん。9pm, Southern Mexico. これ、スパニッシュですね。ほら。You understand? サルサはどうですかってことですね。I guess so. I speak French. はい。ということで、皆さん今日もご覧いただいてありがとうございました。次回のですね、サリーとゲイリーのアメリカ探訪エクスプロアメリカ、私、Ikutaサリーと、そしてアメリカ領事館首席領事のゲイリー、シェイファー領事とお届けする番組なんですけれども、次回は7月2日の木曜日ですね。ランチタイムに行うことになります。Thursday, not Friday. Especially Thursday, not Friday next time. 次回はですね、7月2日の木曜日ということになりましたので、またぜひ皆さん注意していただければと思います。そして7月4日はですね、アメリカの独立記念日ですので、その直前ということでね、またアメリカのいろいろな情報を皆さんにお届けしたいと思います。So everyone, thank you for watching for today. じゃあ皆さんも今日はこの後も素敵な一日をお過ごしください。またお会いしましょう。So have a nice day and see you next time. Thank you. Bye. ありがとうございました。